こちらの部屋はとても明るくて、子供部屋におすすめです。不動産屋の吉田よしみさんに案内されながら、私と夫のやすし、5歳になる娘のさきと3人で、新築の家を見ていた。とてもいい家だが、予算はオーバーしている。なあ、さき。どのお部屋がいい？そう言いながら、夫と娘は他の部屋に入っていった。二人きりになった途端、よしみさんの顔が変わった。ちょっとこちらの部屋に来てもらえませんか？私だけを別室に連れて行き、真剣な顔で口を開いた。単刀直入に言います。あなたのご主人、浮気してますよ。私はあまりのショックに、目の前が真っ暗になった。私の名前は西村由美、37歳。看護師をしている。私は結婚願望もなく、他の看護師のようにブランドバッグや海外旅行に興味もなかった。時々お一人様旅行に行くくらいで、堅実に生活していた。30歳を超えた頃、友人の紹介で知り合ったやすしと交際し、どうしても結婚したいと言われてスピード婚をした。可愛いわけでもなく、若くもないのに、私のどこが良かったのか聞いてみると、真面目で地に足のついた生活をしているところに好感を持った。そう言われると、私のことをよく分かってくれていると嬉しかった。私も年下のやすしが可愛く見え、母性本能がくすぐられて、この人を大事にしようと思ったのだ。私は20代で両親を亡くしたので、結婚に反対する人もいなかったが、義母は年上の私にいい顔をしなかった。やっくんがそういうのならしょうがないけど、もっと若くて可愛い子がいいんじゃないの？私に平気で嫌味を言ってくる。自分の親代わりに大切にしようと思っていたのに、完全に肩透かしを食らってしまった。夫と2人で話し合い、実生活にお金を使おうと、結婚式はせずに入籍だけすることにした。新居は夫の実家近くのマンションに決めると、義母が大喜びで、仕事のように毎日来るようになった。私が仕事に行っている間に、私のプライベートなものもチェックされているようだった。帰宅すると、いつも置き方が少しずつ違うのだ。夫に義母が勝手に家に出入りしないように言ってほしいと言っても、仕事で忙しい間に手伝ってくれているのだから、文句を言うなとたしなめられた。義母と会うと嫌味を言われ、会わないと好き勝手される生活は精神的にきつい。もちろん、孫はまだなのというモラハラ発言もあり、私は叫び出したい気持ちだった。幸いすぐに私は妊娠し、それを機に仕事も楽な部署に移動させてもらった。家にいる時間も長くなり、休みながら家事ができるようになったので、義母には丁寧にお礼を言って、今までのように来てもらわなくても大丈夫だと伝えた。義母はしぶしぶ納得し、うちに来ることはほとんどなくなった。そうすると、逆に夫が義実家に通うようになった。何回家にいてくれと言ってもダメ。二人で膨らんできたお腹を触りながら、お腹の子に話しかけるのを夢見ていた私は、実家に入り浸って帰ってこない夫に失望した。本来なら一緒に選ぶ予定だったベビー用品も私が一人で選び、赤ちゃんの性別が女の子と聞いてからは、子供部屋も可愛く整えた。いよいよ臨月に入った時、夫に出産時立ち会ってほしいと頼んだが、あっさり断られた。義母は待ちに待った孫、それに女の子だということで、今までの嫌味っぽい態度と180度変えて、毎日連絡してくる。夫より夫みたいだと、私は苦笑いするしかなかった。一人で無事出産し、自宅へ帰ってからも、夫の態度は変わらない。
完全にワンオペ状態でてんてこまいだった。義母は、夫が実家に入り浸りなのは私が夫の世話をしてないからだと決めつけ、息子の肩を持つ始末。動かない赤ちゃんよりも夫を立てろということだろう。目まぐるしい生活をしているうちに、気がつけば娘は保育園に通い、私も職場復帰するようになっていった。夫は相変わらず実家に帰ると帰ってこない日も多かったが、娘が可愛くなってきたようで、娘と遊びたいと家にいる日もあった。娘もパパと一緒にいるのが嬉しそうで、私と二人でいる時よりもニコニコ可愛く笑っている。そうやって家族と三人で過ごす束の間の幸せを感じると、夫の不在の時はかなり寂しかった。意を決して義母に電話して、夫に実家ばかりじゃなく、親子三人で一緒にいるように注意してほしいと相談すると、それなら家を買えばいいじゃない。もちろん私も一緒に住むわよ。そうすればやっちゃんも一緒に入れるじゃないの。義母は以前から夫にはいわゆる一家の主になって、しっかり家族全員を養ってほしいという願望があった。今は夫が生活費として10万円を私の口座に入れていて、家賃や光熱費や携帯料金などの支払いはそこから一括で支払われている。到底夫の給料だけでは家を購入することはできないが、私の貯金と給料を合わせればそこそこの物件を購入することができるはずだ。義母と同居するのは気が引けるが、そうすることで夫も家にいて、私が仕事中に娘に何かあった時にも姑が対応してくれるのならば悪くない。珍しく早く帰ってきた夫にその話をしてみた。夫は義母とその話をしていたようで、そうそう、家を買おうよ。いい家を紹介してくれる不動産屋を知っているんだ。あさって休みだし、ユミも休みだろ。早速行ってみようよ。と驚くほど乗り気だった。なんだか前のめりな気もしたが、いろいろな物件を見て回るのは楽しそうだったので、喜んで承諾した。そして物件巡りの当日、義母は用事があるからいくつかに絞ってから声をかけてと言って出かけて行った。私たち親子3人で不動産屋の人と回ることにした。私たちを見ると一瞬驚いた顔をしていたが、すぐに表情を消して、こんにちは。今日はよろしくお願いします。ご案内する隅田よしみです。落ち着いた品のいい女性がにこやかに自己紹介した。私たちはマンションを数部屋と近くの一戸建てを見る予定だ。マンションはすべて利便性のいいところで、学校も近く、駅からもそこまで遠くなかった。私はそのマンションの中のどれかで十分だったが、夫は一戸建てを見たいようだった。家を買うなら一戸建てなんて、まるで昭和の女性のようね、とくすっと一人で笑っていった。不動産屋も、私たちが先に話した予算よりもオーバーしますが、いい物件ですよと太鼓判を押していた。一戸建てに着くと、娘もこの家が気に入ったようで、夫と一緒にはしゃぎながら見て回っている。こちらの部屋はとても明るくて、子供部屋におすすめです。不動産屋に案内されながら、自分たちがここに住んでいることを想像して、新築の家を見ていった。私も一目見て気に入ったし、とてもいい家だが、予算はオーバーしている。なあ、サキ、どっちのお部屋がいい？そう言いながら、夫と娘は他の部屋に入っていった。二人きりになった途端、不動産屋の顔が変わった。ちょっとこちらの部屋に来てもらえませんか？私だけを別室に連れて行き、真剣な顔で口を開いた。単刀直入に言います。
あなたのご主人、浮気してますよ。私は冗談だと思って大笑いしたが、相手は真剣な顔をしていた。信じられないが、本当なのかもしれない。一体どういうことですか？あなた、私たちと初めて会ったんでしょ？夫は家になんて興味がなかったはずなので、不動産屋に来るなんて考えられない。あなたのご主人は数日前に若い女性を連れて一緒に住む家を探したいと当店にご来店くださいました。ご主人はその女性の方ばかり見ていたので、私の顔なんて覚えてないんだと思います。確かに、夫はあまり人の顔を覚えていない。不動産屋の顔を覚えていなくて当然だ。そして、ご主人とその女性もこの家を気に入っていました。資金繰りだけうまくいけばいいと。ご主人はいい案があるから心配ないと言っていました。夫に浮気相手がいるショックから立ち直れないうちに、この家を購入した後に浮気相手と将来的にこの家で住むつもりだと分かり、頭が真っ白になった。もしこの家を購入したら、ローンを組むのは私だ。私にローンを払わせて、その後追い出そうと思っているのだろう。落ち着いてよく考えるのよ、と自分に言い聞かせて深呼吸した。何をするにしても、証拠を抑えて復讐してやるのだ。ショックだが、ここはそしらの顔で乗り切って、夫をどん底に叩き落としてやる。ありがとうございます。よく教えてくださいました。あの男を叩きのめします。次に彼らが来るのはいつですか？ママ！私は顔に笑顔を貼り付け、何も聞いていないかのように振る舞った。どんな感じだったかは何も覚えていない。頭の中ではどうやって復讐するかでいっぱいだったのだ。夫はいつもと同じように実家へ行くと言って帰ってこない日もある。私は今に見てろと思いつつ、夫と浮気相手が不動産屋に行く日を待った。そして、二人が不動産屋に会う日。夫が家を出るなり、私は義母の家に向かった。義母は朝から連絡もしないで私と娘が来たことに、一瞬イラッとした顔をしたが、何かいつもと違う雰囲気を感じたのだろう。ボソボソと小さな声で、よく来たねと言いながら部屋へ通してくれた。これから何が起こるか知らない娘は、大喜びでお気に入りのおもちゃで遊び出した。お母さん、今まで散々嫌味を言ってきましたよね。こんな年まで地味な女よりも、若くて可愛い子が良かったとか。今までおとなしく、礼儀正しく話していた私が、急にはっきり不満を言ったことに驚いて、義母は言葉に詰まったようだった。急にどうしたの？ユミさん。確かに言いましたけど、うちのやっちゃんが毎日うちへ来ては、あなたの不満を言うから。可愛い息子の言うことを 100% 信じていたと、ごまかそうとしているのか。そんなやっちゃんは、あなたの言うことを聞いて、若くて可愛い愛人がいるようです。いわゆる不倫です。義母はあまりの衝撃に驚愕して、顔から完全に血の気が引いている。ちゃんと証拠を集めました。私は弁護士に相談済みで、離婚するつもりです。私はあの日から現場を抑えようと、数日間休みを取り、夫を尾行した。娘がいるので、できることに限界があり、弁護士に相談して更新所にお願いすることにしたのだ。まさか私が疑っていると思ってなかったのだろう。夫は昼休みは浮気相手と一緒にご飯を食べ、仕事が終わると申し訳程度に実家に立ち寄り、再び彼女のアパートに行っていることが判明した。夫が狡猾なところは、一度実家に行っているために、義母に夫が実家に来ているというアリバイ作りの手助けをさせていたことだ。夫の不貞行為と
アリバイ作りに加担させられていたことに気がついた義母は、ショックと怒りでブルブル震えている。なんということでしょう。ユミさん、私も本当にごめんなさい。と土下座しようとした。私はいい気味だと思う気持ちが強かったが、さすがに目の前で年老いた義母が土下座するのは忍びなくやめてもらった。今までの仕打ちを考えたら、本心では土下座されるとスッとすると思っていたが、私がこれから二人と話をつけに行くと言うと、義母も一緒に行きたいという。口出ししないことを条件に義母と一緒に行くことにした。不動産屋から聞いた時間を少し過ぎた頃、私たちはあの一戸建てに到着した。すでに夫たちはもう一度内覧をしている最中だろう。私たち三人は玄関扉を静かに開けて、彼ら三人を探した。リビングの方で浮気相手とキャッキャとはしゃいでいる夫の声が聞こえてきた。私も義母も分かってはいたが、現実に浮気している夫を目にするのはかなりの衝撃だった。あら、やすし、奇遇ね。そちらの方は誰？と、能面のような笑みを浮かべて、私は二人に声をかけた。それにかぶせるように、やすし、何やってるの？という義母の怒号が響いた。後にも先にも、これ以上人が驚くことを見る機会はないだろう。それぐらい夫は飛び上がり、一瞬で青ざめた。母さん、それにユミ、どうしてここが？夫はまさか浮気がバレているとは思ってもいなかったはずだ。しかも不動産屋の売り物件で問い詰められるとは想像もできないだろう。実際客の個人情報を話すのは不動産屋の違反行為だった。けれども不動産屋も過去に夫が不倫して離婚したという経験があり、私に自分が重なったからだと言っていた。あなた、私にこの家を買わせてローン契約させて、この家を乗っ取ろうと考えていたでしょう。私は興信所の人が録音した二人の会話を全員に聞かせた。そこには、頭金をあいつに支払わせてローン契約をさせた後、別れさせ屋にでも頼んで、あいつと離婚する。そしてこの家を手に入れて、サキと一緒に三人で暮らそう。ババア？施設にでも入れるぜ。という鬼畜の言葉が入っていた。それを聞いて義母はへたり込んだ。夫は変な汗をだらだら流している。どう？言い訳できないわよね。もちろん写真もたくさんあるわよ。観念しなさい。私は夫を追い詰めた。空気の読めない浮気相手のミオがのんびり口を開いた。ねえ、やっくん。どういうこと？この人たち誰？ミオわかんない。夫はぎょっとした顔をしてミオを凝視した。はじめまして。私はヤスシの妻です。そしてこちらはヤスシの母親。そして娘のサキです。私はミオを睨みつけながら紹介した。サキちゃんは知ってるし、だってヤスシと3人で出かけたことあるし、サキちゃんもミオのこと好きって言ってたじゃん。私と義母は一瞬ポカンとしてヤスシを見た。なんですって？最低ね。娘を会わせるなんて。さすがにここまでバカだとは思わなかった。義母はこのバカ息子と夫を袋叩きしている。でも、サキちゃんはミオと言ったら可愛い服を着れるし、可愛いママができたらいいって言ってたじゃん。ヤスシとミオとサキちゃんで暮らすのっていい考え。娘と3人で暮らすという言葉が私の頭の中でぐるぐる回っていた。夫は一体どういうつもりで言ったのだろうか。
サキはママと一緒がいい。パパはいつも遊んでくれないし、おばちゃんは好きって言ったら、サキが欲しいぬいぐるみを買ってくれるから、言っただけ。子供らしい可愛い声で、口を尖らせながら娘は、夫とミオにダメ出しした。私はそんな娘が愛おしくて、ぎゅっと抱きしめる。ちょっと、おばちゃんって何なの？このクソガキ。般若のような顔をしたミオが、娘に掴みかかろうとした。私はとっさに、ミオの頬を平手打ちしてやった。やすし、あなたとは離婚するわ。それはもう決めているの。そしてやすしとミオさん、両方からしっかり慰謝料を請求します。弁護士から連絡があるから、お願いね。血話喧嘩を始めた夫とミオを置いて、私と義母と娘の3人は、一足先に物件を出た。その後、弁護士が全て処理してくれて、夫からは200万円と、ミオから100万円の慰謝料をもらい、早々に離婚が成立した。夫は生活費に入れていた10万円以外は、ほとんどミオへのプレゼントやご飯代に消えていたようで、義母から借金したようだ。ミオは定職についていないのに無理だと言っていたが、そこは譲れないので、借金して払ってもらった。返済するために水商売に飛び込んだようだが、ある意味、彼女にぴったりだと思っている。義母からも、娘に使ってくれと、まとまった金額をいただいた。それは娘名義にして貯金してある。私はというと、あの一戸建てを購入した。私も娘もあの家を気に入っていたし、不動産屋にも迷惑をかけてしまったので、あの日自宅に戻ってすぐに不動産屋に契約したいとお願いした。私が貯蓄していたお金と2人からの慰謝料を頭金にすると、贅沢しなければ親子2人でやっていける目処が立ったからだ。不動産屋も私たちを応援してくれ、値下げまでしてくれた。娘と2人で家具や家電を選び、新生活を始める。引っ越しは大変だったので、夫に家具や家電は全て譲ったのだ。とはいえ、あのマンションは賃貸だったから、夫も引っ越しを余儀なくされたのだが、全て新調し、新たな気持ちでスタートを切る。新居は新興住宅街の一区画で、娘と同じ年ぐらいの子供も多く、娘もとても楽しそうだ。毎日保育園から帰ると、たくさんのおしゃべりをしてくれる。公園に行くと友達がたくさんいるようで、暗くなるまで遊んでいることが多い。私の仕事の都合がつかない時には、義母が手伝ってくれるので、とても助かっている。たった一人の孫が可愛いのと、父親がいないことがかわいそうだと思っているのだろう。おかげで私もバリバリ仕事をすることができ、仕事と子育てを両立させながら充実した日々を送っている。看護師長に昇進できるように娘と一緒に勉強していて、昇進できれば娘が欲しがっていたゲーム機を買ってあげよう。いつかはまた一緒に人生を歩んでいける人が見つかればいいと思っている。それまでは自分でしっかり自分の人生を生きていこう。